はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、キネラセレスト役者 2TT プラス 1BA プラス 1MPT モデルです。なんか変わったモデル名だね。サンスクリット語の役者を音写してるんだって。日本だとヤシャの方が馴染みあるかな。調べていくと結構長くなりそうなんで、この辺りから付けられたモデル名ってことに留めておきましょう。日本語の役者じゃなかったのか。そうね。もしそうだったら次のモデルは芸者とか出てきそうよね。むしろそっちを期待してたんだけど、中国発のモデルだからバックグラウンドは違って当然だね。デザインコンセプトも役者の様々な外観を持つとされる特性をもとに、稲妻のように速く強さと優しさを組み合わせ、絶えず変化する特性を音響と外装デザインの両方に反映しているそうだよ。なんかすっごい真面目な感じだね。ケーブルがとっても綺麗なのが気に入っちゃった。1000K5mm の 6NOCC ということで結構がっちり感あるの。購入時に 3.5mm か 4.4mm を選べるわ。価格が2万円ぐらい。カラー設定はレッドとグリーン。どっちも素敵だけど、愛はグリーンかな。欲しいな。はいはい、フェイスプレートが綺麗だとすぐ欲しくなるんだから。ケーブルもね。じゃあもう買うっきゃないじゃん。フェイスプレートのデザイン、インドっぽいな。ケーブルやイヤーチップを収納しているストレージボックスもなんかいいよね。セレスト独自のものではなく、単品でも販売されていて、アリエクで500円ぐらいから買えるね。防塵、防水、防湿の密閉設計を採用し、標準的な防水試験に合格しているとのこと。そこの部分が少し硬めのゴムっぽい素材になってるよ。サイズは厚みをちょっと感じますが、軽めで丸みを帯びたデザインなので装着感はいいです。上部のベントホールから多少の音漏れはありますが、気になるほどではないですね。さて、ドライバーを見ていこうか。役者の構成はちょっと特徴的に思えるね。2DD プラス 1BA プラス 1MPD。8mm と 10mm の DD のうち、低域担当が 8mm カスタム DD なのがちょっと意外。それは口径の大きい 10mm が低域担当だと思ったから？そう、10mmLCPDD の担当は中低域から中域。どのあたりの大域までが担当なのかははっきりはわからないけど、聞いた印象はすごくいい。中域から中高域はオープンベント型 BA のモウルズ RAN6246 に複合ユニットですね。上に記載の通り、自然な表現を得意とするこのユニットは、ボーカル全般の表現がまろやか。チューニングとも関連するけど、広域の自殺音もほとんど感じない。最後、広域は MPD マイクロプレイナードライバーだね。最近デビューしたモデルでなんかあったな。QE イヤーズセプテッドとか BPG-P50 とかね。マイクロプレイナーといっても、チューニングも絡め、その表現は様々という印象を持つけど、役者の場合、RAN6246 に複合 BA ユニット含め、シャープになりすぎない表現がコンセプトの根幹になっているようだね。はい、役者のイヤーチップ3種を比較した波形です。広域の出方に結構はっきりした違いがあるので、お好みに合わせてということですかね。もちろん、これに頻繁に登場しているディバイナスベルベットを重ねると、バンドルさんのピンクの波形とほぼ一緒だね。5から8キロあたりの出方も中間的だし、ベルベット使うんだね。サウンドチェックの比較モデルは似た価格帯で MPD を搭載している EPG-P50 にしてみた。はい、ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。波形比較から予想できる鳴り方の違いでしたかね。役者に比べ P50 の低域が軽め、8キロ付近のピークはそれほどではないものの、3キロ過ぎあたりから上は P50 の方が明るめでした。P50 って確か MPD を2機搭載してたんだよね。そうだね。視聴者さんからの質問でおすすめしたこともある P50 は個人的にも気に入ってるんだ。じゃあ役者はこれまたいいモデルだなーって思ってる。特性が違うから優劣なんてつけるつもりはないよ。この帯域のカーブは似た傾向で、どちらもドンシャリタイプではないよね。P50 は低域がやや軽めで軽快、中高域以上は明るく応答が早い。役者は量感があるのに硬質な低域を出し、中高域以上は4から6キロあたりを少し絞って落ち着かせ、8キロあたりはしっかり出してる。そうだよね。P50 に興味があるっていう人は以前のレビューを見てみてね。役者の特徴は少しずつ分かってきましたけど、実機を聞いた印象はどうでした？結論から言っちゃうと、これすごく良かった。低域が量感と明瞭さを兼ね備えていて、圧があるのにベースラインやガスドラのキックがしっかりしてる。 8mm の低域担当 DD のお仕事なのかな。だろうね。 200Hz から2キロ過ぎまでのカーブがとても滑らかで、中域も絞られることなく、でももわもわせずといった感じ。ここは 10mmDD の担当でしたね。ボーカル、メロディーはまろやかに前に出るんだけど、その周りに少し空きがある感じで空間表現が気持ちいい。この辺りを落とし気味だからですかね。多分。と言っても、この基準線あたりからあまり離れているわけじゃなく、抑えてるというほどでもないのがポイントなのかも。広域はシンバルのバランスが絶妙というか、主張が特に強くない割にしっかり聞こえてくるんだよな。これが RAN6246 に複合ユニットと MPD の特徴なんだろうな。広域は P50 のような抜け方の方が好きな人もいらっしゃるんじゃないですか？それはそうだね。そこはもう好みの問題。実際個人的にはどっちも好きなんだけどね。役者のサウンドステージの広さ、ただ広いだけじゃない心地よい空間表現がいいなぁと思ったし、今まで聞いたセレストのモデルの中ではかなりまとまってる印象で、個人的な好みに合うこともあってすっかりお気に入りになっちゃったよ。そうですよね。買っちゃおうかな。やっぱグリーン買うの？そうよ、グリーン買おうと。愛が買うのはまあフェイスプレートキーンとしてジャックさんも気に入ってるみたいだから、役者気になる人はチェックしてみてね。はい、ということでキネラセレストの 2DD プラス 1BA プラス 1MPD モデル役者のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。